こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、お金の授業第2弾ということで、金利の基礎について分かりやすくですね、解説していきたいと思います。結構ね、住宅ローンとか身近な問題であったりとかして、知ってるようで知らない方多いです。で、僕自身もですね、十数年前にですね、金利でハマって、結構損害を出してしまったことがあるので、こういうね、初心者に分かりやすく、しかも上級者もですね、こういう風に注意点が分かる。そんな内容にしていますので、ぜひ最後まで見てみてください。で今日はですね、金利とは何か、金利を受け取る場合、貯金とかした場合どうなるのとかですね、あと住宅ローンとか金利受け取る場合、それぞれね、こう知ってるようでね、罠があるのでですね、そこをね、はまらないように、結構至るところに罠があるのでですね、解説していきます。で、前回ね、収支計算してですね、支出を減らして収入を増やそうみたいなことをしたんですけども、そうなった時にね、ちゃんと金利について知っておかないと、これも私痛い目を見る可能性があります。で、そもそもね、金利とは何か、基礎の基礎から言うと、そのお金を貸し借りした時の手数料みたいなもんなんですよね。で、金利って、パーセンテージで表されます。例えば、1%、これね、算数とかやったかもしれないですけども、1% は100分の1ですよってことで、10% は10分の1。そういうふうにね、100倍違うんだと思ってもらえれば全然問題ないです。例えば、100円ってね、100円の 1% はいくらって聞かれて、もしかしたらわからない方いるかもしれないので、解説しておくと、1円ですよっていうことですね。100分の1なので。で、1億円の 0.1% はいくらっていうと、例えば10万円みたいな形で、これはね、1000で割ればいい。そういう感じになるので、パーセンテージでやると、100倍違うんだよっていう風にね、覚えておいてもらえばいいです。で、全部金利は、パーセンテージで表されますね。じゃあお金をね、僕がこう貸す場合、これ貯金するとかそういうイメージなんですけども、そういった場合の金利ってどうなってんのとかですね、注意点解説していきます。で、銀行にお金を貸したらどうなるのっていうと、例えばね、こう、ペンギンさんが100万円をですね、銀行に預けましたってなって、で、金利がですね、例えば年間 1% だったらどうなりますか？それがね、金利のやっぱこう基礎の基礎っていうか、貯金ね、した時ね、貯金したことありますよね。今全然たまらないって言われてるんですけども、例えば 1% だったとした場合ね、昔は 1% とかね、5% とか時代もあったんですけども、そうしたら1% なので、100万円の 1% はですね、1万円ってことで、1年後に1万円増える。これはね、貯金の魅力ですね。で、ちょっと注意点があって、税金がですね、20.3%、今20%ぐらい取られますってことなので、せっかく1万円入ったとしても、2000円はですね、取られてしまうので、手元残るのは8000円なんで108万になる。108千円になる。100万8000円になる。そういうイメージですね。じゃあ今具体的に、これ家庭なんですけども、今貯金したら、実際に貯金したらどうなるのっていうのをちょっと計算してみると、定期預金っていうね、決まった期間1年間引き出せないよとか、そういう決まった期間引き出せない定期預金っていうのと、いつでも引き出せるっていう複通預金っていうのがあるんですけども、それぞれちょっと金利が違くって、定期預金だとね、0.01% ですね。ゼロが多いですね。で、普通預金に至っては 0.01% ですね。さらに小さいと。一般的には定期預金の方が金利が高い傾向なんですけど、どっちもどっちですよ。ほとんど変わらない感じなんですよね。仮に100万円。100万円って言ったら結構大金ですよね。なかなかね、ポンと100万円、右から左に行くって人は少ないと思うんですけども、その100万円をね、1年間預けたらどうなるのってして、例えば普通預金にね、入れておくとですね、0.01% とね、1年間で10円ですね。要はですね、10円稼ぎますね、100円持ってると。でしかも、これ税金取られるんで、だいたい8円、切り捨てなのかね、切り上げなのかよくわからないですけども、20% 取られるから8円きますね。なのでもう ATM でですね、時間外とかでポーンと引き落としとかして、100円とかね、200円とか取られると、もう100万円あったところで ATM1 回分にも満たない8円しかならないってことなので、これ1000万で80万円ですよね。1億でね、ようやく800円ぐらいになってくるんで、それぐらいの今、利率ですと。なのでもう銀行に入れて、貯金してですね、金利でお金を稼ごう。それはちょっと今そういう時代ではないかなっていう感じになってます。じゃあね、会社にお金貸した場合どうなんのっていうのを考えてみましょうと。会社に貸した場合っていうのは社債っていうのがあって、会社がこう発行する債券、借金のですね、そういう債券っていうものを出すんですけども、例えばソフトバンクとかがですね、9月にちょうど債券出してます。社債ですね。で、それがですね、だいたい見てみると7年間で 1.38% と、みんな大好きなソフトバンクですよね。今話題ヒットのソフトバンクグループの、いろいろね、話題になってますけども、で、7年間で、年間 1.38% ずつ入ってきますよってことです。
これね、仮に100万円入ったらどうなるのっていうと、これ計算できますよね。1.38% なので、13,800 円ですね。毎年入ってくるってことになります。それが7年続くと。で、税金がやっぱ 20% かかるんで、大体、1万1000ぐらいなのかな。それぐらいとかが、入ってくる感じになると。で、ここでちょっと注意が必要なのは、これやっぱリスクがあるんですよね。金利が高いものはリスクがあって、何がリスクかっていうと、ソフトバンクがね、7年間続くかどうか。7年後に100万円返ってくるんですけども、そこの間に、ソフトバンクが、グループがなくなってしまったら、この100万円っていうのは返ってこないんですね。そこがリスクになると。で、担保っていうその代わりになるものっていうのをソフトバンクなくなった時に代わりになるものっていうのは何も担保っていうのは設定されてないので、もう何か、ソフトバンクはもう返せないよって言ったらもうおしまいですね、これ100万円は。そこのリスクを考えて、これが高いか低いか、それはね、判断するんですよね、投資判断。これが儲かるのかね、損するのかっていうのはね、結局わからない確率の問題になるんですよね。ソフトバンクが7年生き残るって全然良くって7年間全然使わないよって話だったらいいし、まだね、数年が危ないと思ってるんだったらちょっと割に合わない商品になる。そのね、判断が必要なんですよね。なので、金利だけ見てるとやばいですよと。でもうちょっとね、もっと利回り欲しいよとかなると、例えばね、JT って日本タバコ産業っていうのがあって、その株を買ってみると、これ厳密に言うとちょっと貯金とかね、お金を貸すとは違うんですけども、利回りっていう概念で、その金利みたいなもので配当っていうのがあるので、それを考えてみると、今だいたい1株がですね、今日時点2515円ですと。日本 JT の株が。で、100株単位なので、25万ぐらいでですね、買えますと。配当金っていうのはですね、その JT さんが営業利益上げたのをですね、株主にもらえるのがあるんですけども、配当金いくらかっていうと、今年間ね、154円ぐらいをですね、見込んでますってことですね。ってことは、これ予定なんですけれども、これ利回りって計算すると、2515円で150円入ってきますってことなので、割り算すれば、前が 6.12% ぐらいですね。なので、さっきね、銀行預金が 0.01% とか言ってて、ソフトバンクがね、1.38% とか言ってたんですけども、今回ね、6.12% 結構高いですよね、金利。これ結構すごいと思うんですけども、で、年間15,400円受け取れるんですけども、やっぱ税金は 20% 同じように取られると。結構ね、2025万でこれだけ取れる。いいじゃんって思う方いるかもしれないんですけども、やっぱリスクはあって、これね、2つあって、1つは株価が下落する可能性があるんですよね。株価っていうのはもう日々ね、買いたい人と売りたい人の需要で動いてるんで、それが株価下がってしまえば、その分で損してしまうと。配当金154円受け取ったとしても、株価が150円分下がっちゃったら、それプラマイゼロなんですよね。なので、それ意味がないじゃん、みたいな。逆にね、上がるかもしれないっていうのは、上がったらね、その分また売ったら儲かる、みたいな話になるんですけども、あと配当はですね、必ず出るものはなくって、会社のね、業績が悪くなったりとかしたら、出なくなっちゃうんですよ。これね、絶対もらえるってわけじゃなくて、出なくなるリスクもあると。そういうリスク踏まえて、今ね、健康問題でタバコ吸いたいって人はあんま少なくなってるし、喫煙率むちゃくちゃ下がってますよね。そういったことからかなりね、JT の株が売られてるんで、今割安になってるんですよね。もっと下がるかもしれないし、ここから戻ってくるかもしれないって誰もわからないんですけども、そういうの全部ひっくるめて、配当 6.12% が割安で、今後もですね、株価はそんなに維持してるんだと思ったら、これもね、投資方法としていいかもしれないし、いやいやいや、もうタバコなんか吸うやついないよと思って株価下がるからこんなん買っちゃいけんよって思うんだったらリスクになるんですね。それもやっぱ判断なんですよね。で、もっと、すごいのがあって、トルコリラの債券ですね。これまたすごくてですね、トルコリラっていうトルコのお金ですね。トルコ、お金があって、こういう風にトルコの債券ですね。この欧州復興開発銀行っていうのが出してたりとかするんですけども、これ利回りがね、9.47%。すごいですね。もう 10% 近くまでいっちゃってますよね。で、これもね、こういう商品が楽天とかたまに、いろんなところで売ってるんですけども、売ってて、これはたまたま2020年3月24日に返還しますってことなので、2年半後ぐらいですね、に、帰ってくるよ、みたいな感じですと。これまた100万円買ったら 9.47 万円返ってくるんで、これね、すごいお得に見えますよね。100万、って言ってね、そしたらね、1000万預けたらね、100万円ぐらい返ってくるのかとかね、1億だったら1000万、これだけでもう一生食ってけんじゃないかみたいなね、そう勘違いした男がいるんですね。僕の10年前の僕なんですけども。それで買ってみたらどうなったかっていうのひどい目にあったんですけども、これね、リスクがあって、トルコリラっていうのがですね、かなりインフレしてるね、
通貨の価値がむちゃくちゃ下がってくるんですよ、毎年。なので、買った額、例えば100万円分トルコリラ持ってたとしたら、それがね、どんどんね、トルコリラの価値が目減りしていくんですよね。で、戻したら50万しかならなかった、みたいな、そういう感じになるんですよね。で、大損害を被るみたいなのがあるんで、こうやっぱこう、金利が高いと、やっぱそれなりにリスクも高まるんですよね。ちょっと詳しく知りたい人は、もう僕は南アフリカランドね、ワールドカップとかね、サッカーワールドカップ南アフリカ万歳みたいな頃の時に大失敗したので、ちょっと見てみてください。っていうのがあって、どれ買いますかなんですよね。結局、金利でどうこうっていうのはですね、いろんな商品があって、金利がね、様々なんですよ。で、一つだけもう本当覚えておいてほしいのは、金利が高いほどリスクが高いんですよ。これ間違いなくって、そういう市場原理になってるんで、で、金利、リスクは低いけど、もうウハウハに儲かるぜ、みたいなのは存在しないです。この世には残念ながら。いろんなね、ビットコインのマイニングがどうこうとかね、オフショアの海外取引がどうこうとか、いろんなことごちゃごちゃ言ってくるんですけども、ありません。残念ながら。で、これ知らないと騙されるんですよ。金利だけ見て高い、って言ってバーンって飛びついて、って言って、もうね、ガーンってなっちゃうみたいなね。わけがわからないですけども。そういう風にトルコリラみたいなハマっちゃう人がいるんですよ。僕なんですけども。っていうんで、何を選ぶかっていうのは自由なので、そのリスクをね、ちゃんと正しく判断して、その金利だけ見て、銀行金利と比べてくるのよくあるんですよ。銀行に預けるとこれしかないけど、これに入れるとこんな1000倍も金利つくんですよ、みたいな話してくるんですけども、その分だけリスク絶対高いんで、そこをね、見誤るとハマりますと。あと、もう一個ね、伝統的なですね、詐欺があって、ポンジスキームっていうもうトラディショナルなね、もうすごい前からあるポンジさんっていう人がやってた詐欺でちょいちょい紹介してるんですけども、元本保証で、例えば年利 20% で私が運用しましょうみたいな人がいるんですよ。で、それでお金集めるんですけども、運用も何もしなくって、もらったお金の 20% 返すんですよね。そういう風にして、でね、80% 残るじゃないですか。その 80% のお金で、なんかこう自分が遊んだりするのに使うみたいな、そういう詐欺が結構あって、で、結構この人たちにしてみれば 20% 返ってくるんで、本当だって信じちゃうんですよね。なので、それでね、どんどん口コミで本当 20% 返ってきたよみたいなのでバンバン増えていって、で、お金もバンバン増えていって、で、それでね、自転車操業で足んなくなって、この人は最終的にはどっか逃げるかトンズラするみたいなのがよって、最近で言うね、西山ファームとか、昔で言うとアグラ牧場とかですね、ほとんどこれなんですよ。なので、この、年利何パーっていう、異常な、パーセンテージで元本保証みたいなやつは、まず、存在しないし、これポンジスキームの可能性がほとんどそうなので、過去の歴史から見ると、それ本当気をつけないとハマってからでは遅いっていうのがあるんで気をつけてください。はい。で、ここまでが、貸した場合ですね。運用してお金を増やす場合で、逆にじゃあ、お金借りる場合どうなのっていうんで、あんま借りてる人はいないですよね。住宅ローンとか、あんまりですね、お金借りるってことは日本人少ないので、僕はね、不動産投資家なので、1億円以上借金あるんですけれども、そういう投資家の目から見たらですね、どうやってお金借りるべきなのか。それは投資家ってお金借りてなんぼの世界なので、相当その詳しい、本職ですね。で、銀行から住宅ローン借りた場合どうなんのっていうと、これね、借りてる人はご存知かもしれないですけども、例えば1000万円を 1% でですね、35年で借りたっていうのがしますと。その時どれぐらい払うかっていうと、これ知ってる方いますかね。計算方法とか結構知らない方いるので、これ具体的にシミュレーターってあるので、それに入れるとね、こういう風に出てきます。これiPhone アプリローン計算っていうやつなんですけども、こういう風に1000万円で35年で 1% ってバーンって計算すると、こういう風に、月々 28,228 円、等間隔に返すやり方ですね。毎月同じ金額で返して、で、総額はですね、1185万円ですね。返す。そういう風にですね、計算できます。なので、1000万借りて35年やって、利息を月々払うんですけども、それ、総額が、1185万なので、185万ぐらい利息ですよってことですね。で、これ月々返す額があって、これよく見ると元金と利息ってあるんですね。で、元金っていうのが、この1000万円から19000円減るってイメージなんですよね。で、この部分が8333円のが金利っていうところなので、これが利息に当たるんですね。それを返すと。なので、月々ですね、この元金分だけどんどん減っていくというのになります。で、今、元金19000円ぐらいでしたよね、これ。で、それを覚えておいてほしくって、で、次ね、金利が上がったらどうなるかっていうと、例えば 5% とかなってしまうと、もうね、総額がですね、まず月々が5万円ぐらいになりますと。これね、2倍近いですね。さっき28,000円ぐらいだったので。で、さらに、総額が2100万円とかなってるんですよ。だから、相当金利が膨れ上がるんですよね。
なので、金利がですね、ちょっと上がっただけでも、5% って結構高い、住宅ローンで 5% っていうのはまずありえないぐらいの金額なんですが、ちょっとわかりやすくするためにちょっと金利高めにしてるんですけども、むちゃくちゃ高いですと。で、さらに、ショッキングなのが、元金がですね、18,000しか返さなくって、利息が41,000円なんですよ。だから、8,000円ずつしか最初の頃減らないと。で、最終的には元金、この利息が減っていって元金は増えてくるんですけども、ね、5万円も返したのに8,000しかね、1,000万円から8,000しか借金の元が減っていかないってことなので、結構高い金利で長い期間借りてしまうと、初期ね、全然残債減らないっていうのがあります。これね、不動産投資でも通じるものなんですけども、で、グラフで書くと顕著で、これ金利 1% の時で、これ縦軸元金で横軸年数の時で、1% の時はそこそこまっすぐ返ってくるんですけども、金利 5% とかになると、もう最初のカーブがなるんですよ。で、最後は急速に返ってくるんですけど、最初のうちって全然元本減らないんですよ。だから、例えば同じこの、10年の時は、もうこの、900万ぐらい借金残ってるんですけど、こっちだと10年の時750万しか借金残ってないみたいな風になるので、全然ね、返す返済のスピードが違ってきちゃうんですよね。なので、この高金利で長期間っていうのはですね、結構跳ね上がるんで、なかなかこの残差が、この借金がですね、減っていかないっていうのがあるので、住宅ローンとかでも、たまにね、3% とかね、賃貸併用のなんちゃらみたいなのやると 3.5% とかあったりとかするので、そうなってくると、その支払いが跳ね上がるんで、本当にね、月々の支払いだけ見てるとですね、全然元金減ってなくって、トータルで借金返す量っていうのはすごい跳ね上がるケースがありますね。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、例えば、1000万円で買って、2年後とかに、500万とかで売却とかなると、借金の方が多くなっちゃったりとかすると、それね、売るに売れない状態になったりとかするので、そういう風に気をつけないといけないんで、ほんと月々の返済額以外でなくて、ちゃんとですね、金利をですね、どれぐらいのパーセンテージなのか、ちゃんと見て、どれぐらいの感覚で返済していて、借金の減りはどうなのか、よく見た方が絶対いいですね。で、さらに恐ろしいのはリボ払いとかね、この前ちょっとありますけど、15% とかね、それでね、十何年とか 15% とかで借りたりとか、あとキャッシングは 18% とかですね、今、金利の上限決まってますけども、相当高いので、高い金利で長期間やるとちょっと跳ね上がるんですね。ちゃんと金利抑えておいた方がいいですね。知らずにね、こうやっちゃって、借りてですね、リボ払いとかして月々の返済が一定だからってやると、ハマります。ってな感じで、やっぱりリスクが高いとやっぱ金利が高いんですけども、借りる時はですね、やっぱリスクが高いと金利が高いですね。で、住宅ローンは、家をですね、土地とか担保にしたりとか、あと国がですね、ちょっと補助を住宅を普及させる目的があったりとかするんで、住宅ローンっていうのは破綻しにくかったりとかして、さらに優遇されてるんで、金利がですね、ちょっと低いめですと。で、不動産投資とかもね、意外と金利低い人もいるし、高い人もいるっていうんで、住宅ローンからちょっと高いかなってイメージですね。僕とかは0.7 とかですね、0.7、0.8 とか、1.4 とか 1.7 とか、それぐらいで、融資受けてるんですけども、なので、不動産投資に関しても、ちゃんと賃貸経営としてしっかりしてるって銀行から認めてもらって、安いね、メガバンクとかそういう融資受けれれば金利下げることができたりとかします。ただとある銀行、スルガとかだと 4.5% とかですね、静銀 3.9% とか、銀行によってですね、金利全然違ってくるんで、それだと若干リスク高いかなっていう風になります。あと自動車ローンとかもね、比較的そんなリスクないんで、3% とか低いんですけども、やっぱリボとかキャッシングっていうのはやっぱ破綻する人が多いんですよね。もう借金返せなくなって、もうダメだっていう風になるんで、そうなってくると金利が高いですね。リーマンショックの原因になったサブプライムローンっていうのとかも、サブプライムっていう融資してはあんま良くない層っていうような感じ有料層ではないってイメージなんですけど、そこに、貸しまくって、ごちゃ混ぜにしてですね、いろんな人に分散して貸せば、みんな共倒れになることはないとかみたいな風にして、破綻のリスク下げたみたいなことを言ってですね、バラ組がきまくって、分散してもダメだったっていうんで、一気にね、不動産の価値が下がってですね、破綻してしまった。そういう経緯があったりとかするので、やっぱ金利が高いっていうのはやっぱ貸す側にとってもリスクが高いよっていうのはやっぱ金利が上がっていく。それね、預ける場合、貸す場合と借りる場合、ほとんど一緒の理論で成り立ってます。なのでできるだけですね、低金利で調達するのがすごい、いいと思います。
で、あと、最後にですね、借金危ないよって方結構いらっしゃると思うんですよね。借金危ないから住宅ローン組みませんとかね。それもね、考え方としてあるんですけども、僕はお勧めはしてなくって、例えば、3500万とかで、3000万の家を買うってなると、これね、借金嫌いだからこっちの方が安全だって思い込んでる方結構いらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと考え方によってはですね、こっちの方が危険なケースがあります。で、一気にですね、3500万円持ってるのに、500万円になっちゃうんですね、貯金が。で、その時に、例えばね、働けなくなったとかですね、ちょっと入院してしまって医療費がかかるとか、急にね、やっぱ子供が大学進学したくてとかですね、いろいろそういうのあったりとかするとお金がなくなっちゃうんですよね。介護が必要になったとか。そうなってきた時にですね、500万円だとやっぱ心もとないっていうのがあるので、その時やっぱ貯金がですね、3500万あって、で、融資をですね、3000万円受けて、買った方がですね、あった場合の、対応っていうのはやっぱ現金あった方がすごいやりやすいので、さらにね、住宅ローン減税とかね、1% 返ってきたりとか、1.25 とか返ってきたりとかするので、やっぱそうなってくると借りた方がですね、ケースによってはお得だし安全な可能性があります。いざね、お金なくなって、銀行にお金ないんで貸してくださいって言っても、まず断られるんですよ。当たり前なんですけども。なので、金がなくなった時には貸してくんないですよね、銀行は。なので、金がある時に現金蓄えてですね、例えば 0.5% とかでね、これ借りれるんだったら、これ借りておいて、で、3500万円をまたね、他に運用してですね、1% 以上運用とかできるんであれば、そういうのもいいかもしれないし、一概に借金が必ず危ないってものはないですね。手持ちの現金が少なくなるっていうのは危ないですし、逆にですね、金利がね、10% とかでこの3000万円借りるとかってもアホらしいんでやめた方がいいんで、その、金利とですね、あと手元の現金、その辺よく考えないと一概に借金が危ない。そういうことは言えないですね。この辺の、動画でですね、住宅ローンの繰り上げ返済頭金入れるなとか解説してるんでよかったら見てみてください。ってことで、やっぱ金利の基礎っていうことでですね、なかなか金利イメージ湧くようで湧かないような微妙なところなんですけども、やっぱ貸した時とかですね、その時借りる時とかの手数料で、銀行に預けるのはやっぱ増えないですと。だからといって、金利高いもの突っ込んでもですね、リスクは高いっていうんで、そこのバランスをですね、自分で目的に考えてやる。それがね、すごい重要です。なので、僕が昔失敗したみたいに、金利だけ見てね、高いね、危ない、債券とか買ったりしないようにしてください。で、あと、借りる側としては高い金利で長期間借りるとなかなか減らないんで、本当に自分で計算しないで借りちゃう人いると思うんですけども、パーセンテージみたいな、はーって感じだと思うんで、一回ね、把握した方がいいですね。で、必ずしも借金悪いってわけなくて、自分自身借金むちゃくちゃあるんですけども、それ以上に資産があるっていう感じなので、別に借金があることは悪いことではないですね。なので、しっかりね、そのリスク考えて、借金をコントロールすることでですね、より、幸せな人生を送れることになると思います。あんまり借金はね、よくわからず借金するのは良くないので、そこはね、僕は経営者、事業者なので、全然ちゃんと銀行に倫理通して、事業性として融資受けてるんで、安全っていうか大丈夫なんですけども、知らない人がね、闇金融みたいなやって融資受けたりっていうのは絶対やめた方がいいと思います。あと、最後にですね、お金の授業ですね、とか、借金が悪いってわけではないとかですね、社会人勉強して稼げるようになりましょう。そういう再生リスト作ってるんで、詳細になっておくんでよかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。またいつでもコメント、高評価ありがとうございます。このチャンネルはですね、不動産投資とか株式とか経済ニュースとか分かりやすい情報を発信していってるんで、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。またですね、いつも応援、SNS とかシェアありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。また Twitter で有益な情報を発信してるんで、フォローお願いします。それではどうもありがとうございました。ウェイ。